しじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回はファミコンのロールプレイングゲーム、銀河の3人の続きをプレイしていくのじゃよ。エンカウント率の高さには悩まされるが、マップ上を歩かせるのではなく、跳躍していくというシステムは、今見てもなかなか斬新じゃな。さて、前回のあらすじじゃ。西暦2300年、宇宙に進出した人類は、第二の母星を求めて放浪してきた宇宙人ガルムから侵略を受け、滅亡の危機に瀕していた。地球に迫るガルム空母を破壊できる反物質ミサイルを手に入れるためには、4つのハートが必要だとアルゴスの科学者ヒロキから聞かされた主人公たちは、天王星で勇気のハート、火星で力のハートを手に入れた。反物質ミサイルの隠し場所を教えてもらうため、引き続きハートを探しに行くのじゃよ。ここまでに手に入れたハートは、勇気のハートと力のハートの2つ。残りのハートは、あと2つじゃ。特にこの進め方でなくても問題ないので、自分の好きなように太陽系を探索すると良いのじゃよ。さて、次の目的地は金星じゃな。いつものことじゃが、スーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ上々じゃ。ネタバレもありなので、未プレイの人はそのつもりでな。あと、基本的に通常戦闘はカットしていくので、らしからずなのじゃ。このゲームは割とエンカウント率が高いのと、敵の数が多くて戦闘に時間がかかるので、見ている方も大変じゃからな。まあ、この時代のゲームは容量が少ない分、長い時間遊べるようにするために、エンカウント率を上げるという方法を取ることが結構あったのじゃよ。それはそれで仕方のないことだし、今となってはそれも楽しみの一つだと思えばよいのじゃ。あと、本作は実はいわゆるレベルキャップ制になっていて、特定のイベントをクリアしないと一定以上からレベルが上がらないようになっている。今はちょうどその状態なので、ガルム空母を破壊するまではレベル20以上には上がらず、次のレベルまでの経験値も教えてくれなくなる。金星に到着したのじゃ。いきなり友情のハートについてのヒントじゃ。まあ、これくらいわかりやすい方がありがたいな。ダンジョンじゃが、これもプレイ時間を長引かせるためか、やたら複雑な構造をしていることが多い。キーアイテム以外は大したアイテムはないので、基本的には最短距離で向かうのじゃよ。そして最初のヒントにあった通り、この金星にはあちこちにワープする黒い通路がある。どこがどこにつながっているかはもちろん実際に入って確かめていくしかない。今更の情報じゃが、序盤でここに来た場合は結構貴重だったと思うのじゃ。そしてここには貴重なブースターがあるので手に入れておきたい。これで一度に跳躍できる距離がまた伸びるのじゃ。これは重要な情報じゃな。愛のハートは月
月の裏にあるらしい。ありゃ、入り口に戻ってしまったのじゃ。再度気を取り直して、ここの暗闇に入るのじゃよ。ここで必要な暗号が、天王星で手に入れた1859という暗号じゃ。アメリカの画家、ジェームズ・ウィスラーの作品に、金星1859年という絵画があるが、それと関係してるんじゃろうか。こういうちょっとした小ネタを入れてくるのは好きじゃよ。ここで友情のハートを回収じゃ。さらにワンウェイも入手じゃ。これは3レイと同じようなアイテムで、攻撃を1体に集中することでその分高いダメージを相手に与えることができるのじゃよ。さて、これでもう金星に用はないのじゃが、せっかく近くまで来たので太陽にも行ってみるのじゃ。正直特に意味はないので、途中は省略するのじゃ。その通りだなという結果じゃな。寄り道はこれくらいにして地球に戻るのじゃよ。この意味のワープというのはなんかかわいいな。さて、残る一つは愛のハート。月の裏にあるとのことじゃが、再び月のダンジョンに行っても特に隠し通路とかがあるわけではない。正直かなり悩ませられたのじゃ。正解はその言葉の通り、月の裏側、つまり地球から向かうのではない方向から月に到着すればよい。一旦まずは月に向かう。月に到着したら、地球と反対側の方向を目的地にして1回でも跳躍すればよい。その後は再び目的地を月に変更する。つまり方向転換して月に向かうのじゃ。そうすると見た目は変わらないが、月の裏側に着いたことになる。着陸してアンドロイドに話しかけてみればこの通りじゃ。この謎解きはなかなかよくできていると思うのじゃよ。ちゃんとヒントはあるし、理不尽さや意地悪さではなく、発想の転換が必要というまさに謎解きじゃ。正解にたどり着いた時の嬉しさは今でも覚えているのじゃよ。ダンジョンにあるアイテムには時々このガルムの卵がある。見つけてしまうといやおうなしに戦闘に突入してしまう厄介なアイテムじゃ。ところでガルム星人は卵性なんじゃろうか。
この戦闘では主人公はスリーレイを使ってとにかく敵の数を減らすことを優先しているのじゃ。敵の数が減れば敵1体に与えるダメージも増える。敵の数の分だけ攻撃を受けてしまうこのゲームでは敵の数を減らすのは重要なんじゃよ。ふう、なんとか倒せたのじゃ。次は表のダンジョンは最初のダンジョンということで敵が出なかったが、裏のダンジョンも敵とのエンカウントがない。ありがたいのじゃ。ちなみに各惑星のダンジョンにある扉は普通に破壊できているが、実は武器によって破壊できないものもある。ここで手に入る最強の武器であるイオンビームは早めに手に入れておくのをおすすめするのじゃ。せっかく苦労してダンジョンの奥深くまで来たところでまた出直す羽目になるのは大変だからな。入り組んだダンジョンの奥に行くと最後のハートである愛のハートが手に入る。さらにミサイルポットも入手したので、これはブルーに渡してあげたい。これで2人合わせて40発のミサイルが撃てるようになったのじゃ。もうこれで用は済んだのでさっさとワープするのじゃよ。やはりリミの笑顔には癒されるな。これで4つのハートをすべて手に入れたので、次はアルゴスのヒロキのところに行って反物質ミサイルの隠し場所を教えてもらうのじゃ。と言ってもユニックあたりを経由しつつの跳躍移動になるのじゃが、ここは時間短縮のために一気に省略させていただくのじゃ。
という間にユニックに到着じゃ。実際はもうエンカウントだらけで大変だったんじゃよ。次はアルゴスに向かう。そういえばブースターをいくつか手に入れたので使ってみるのじゃ。4に設定すると1回の跳躍で4の距離を飛ぶことができる。一見便利そうなんじゃが、跳躍距離を3以上に設定すると跳躍するたびに HP が減少してしまうのじゃ。機体に負担がかかるということなのじゃろうな。この通りユニックで HP が80まで回復したのにすでに67まで減ってしまっている。敵との戦闘があることを考えると定期的に回復する必要があるので、ブースターも使いどころを考えないといけないのじゃよ。ビームが使えなくなるとは厄介な攻撃をしてくるべきじゃな。たまには意味の ESP で攻撃するのじゃ。真剣なりにも可愛いな。なかなかの攻撃力なんじゃよ。無事に敵も倒したところでアルゴスまで一気に省略するのじゃ。4つのハートを集めたことをヒロキに報告じゃ。やはりまだ探索していない最後の惑星である冥王星に反物質ミサイルはあるようじゃ。いくらガルムに見つからないようにとはいえ面倒なところに隠したな。今度は2501が暗号らしい。ちょっと調べてみたが、特に冥王星と関連のある情報は見つからなかったのじゃ。さて、それでは冥王星に向かうのじゃよ。あ、ブースターの跳躍距離は2に戻しておくかな。ここも道中は省略させていただくのじゃ。入り口が2つあるが、手前の方は資金が手に入るだけなので無理に行く必要はない。このダンジョンは複雑な構造はなく、ひたすら縦穴を下にまっすぐ降りていくだけじゃ。ただ、かなり敵とのエンカウントは多いので、覚悟が必要じゃな。反物質ミサイルを手に入れたらすぐにワープじゃ。いよいよガルム空母を破壊する時が来たのじゃ。あっちへ行ったりこっちに行ったりと大変だったが、地球に戻ってガルム空母を目指すのじゃよ。
跳躍距離も再び4にしておくか。まあ道中は省略するのでご視聴いただいている皆にはあまり関係ないのじゃが、ユニックの正義の顔もだんだん頼もしく見えてくるな。この後は地球に行って、それからガルム空母じゃな。あと少しじゃ。そしてここも省略じゃ。ガルム空母までの距離は近い。いよいよ決戦じゃ。最後に意味の笑顔でしっかり回復もしておかねばじゃな。ガルムベースと同様にガルム空母も攻撃するためにはまずは接近しないといけない。接近するまでの間の数ターン、敵の攻撃に耐えられるようレベル上げと体力回復はしっかりしておくのじゃ。あとは反物質ミサイルで攻撃するだけじゃ。持ち物として使うわけではないのじゃな。なんと一発で倒せたのじゃ。これでガルムの脅威は去ったのじゃよ。ブルーはリミに告白するつもりらしい。実際にやったのは1回しかないのに気が早すぎだと思うんじゃよね。しかも花屋というのはこれまたブルーに似合わず可愛いのじゃよ。ガルムは壊滅し、太陽系にはまた平和が戻ったようじゃ。司令官正義や意味からの祝福の言葉が嬉しいな。この辺りの詩的な表現が SF 小説っぽくって良いと思うのじゃよ。
まさかのリミという雰囲気に突入じゃ。そしてブルーからの突然のプロポーズ。平和になったと思ったらいきなり修羅場になったのじゃ。そんなタイミングでガルム再出現の連絡が。明らかにリミは戸惑っているというか、先ほどの感じだと主人公に好意を寄せている感じじゃな。これはいわゆる三角関係というやつじゃろうか。任天堂のゲームとは思えない展開じゃ。再出現したガルムは、ガルムの本営があるが一中からスターゲートを通ってきているらしい。直接ガルムの本営に乗り込んで全滅させてこい。しかもそれまで地球には戻れないという、かなりハードな作戦じゃな。とはいえ、誰かがこれをやらねばならぬ。期待の人が俺たちならば、行くしかないのじゃ。次回からは、また新たな戦いが始まるのじゃ。切りが良いので、今回はここまでじゃな。それでは次回もよろしくな。